新型コロナウイルス予防にマスクは必要か。新型コロナウイルスに関して知るべき基本情報。最近、日本の報道を見ると、マスクの大量生産と増産への支援策は発表され、マスクの転売も禁じられている。北海道では国によるマスク配布も始めており、姿勢として日本はマスクの有効性を認めていると理解できるかもしれないが、その一方で各国の検疫機関の意見は国によって違う。日本国内にも違った意見がそのまま報道され、誤解を招くと思う。この動画では集めた情報をもとに皆さんと共有し、話していきたい。ご意見ご感想はコメント欄に書いてください。中国の CDC、つまり疾病管理予防センターは、市民が公の場でマスクをつけなくてはならないとしているが、アメリカの CDC や専門家は、基本的に一般人はマスクをつけるべきではない、マスクは有効ではないと発表。また、世界保健機関 WHO は、咳やくしゃみが出る場合はマスクをつける必要があるが、健康な場合、周りに感染者がいない場合は、マスクをつける必要がないとしている。なぜこれほど異なるのか、まずは感染経路から見ることにする。2月29日に公開された中国 WHO 新型コロナウイルス連合考察報告、3月4日に中国で公開された新型コロナウイルス診断治療法案第7版によれば、飛沫感染と接触感染が主な感染経路であり、空気感染や人外感染についての確証はないが、狭い空間で高濃度エアロゾルによる感染の可能性があるとしている。飛沫感染は基本的に普通のマスクでも防ぐことはできるが、エアロゾルによる感染を防ぐには PFE の高いマスクが必要とされている。接触感染は手洗いで防ぐしかない。なぜマスクをつけることを勧めないのか。一説には、これまでのウイルス予防の経験から、ウイルスは場合によって物体の表面に数時間ないし数日間生存する可能性があるため、間違った方法でマスクをつける場合と適切に手を洗っていない場合は、マスクについたウイルスに手で触れてしまうと、感染のリスクが高まる危険性がある。個人的にこの解釈は理由にならないと思う。マスクの外側にウイルスがついているということは、マスクがなければウイルスは気道や口の中にすでに入っているのではないか。また、周りに感染者がいない場合、マスクをつける必要がない。咳やくしゃみが出る場合は、マスクをつける必要がある。これらについて以下の情報を提供したい。アメリカの CDC が推定した情報によれば、2019年度から2020年度までアメリカでの季節性インフルエンザの死亡率は 0.04% から 0.14% とあり、新型コロナウイルスのデータは日々変化しているが、2月29日の連合考察報告によれば、当時の死亡率は 3.8%、重症率は 13.8% とある。ところで、3月3日の発表によれば、全世界の致死率は 3.4%。重症となった人は、呼吸困難となり、酸素マスクを使う必要がある。6.1% は重篤状態になり、気管の生理機能衰弱や肺浸潤などの症状がある。つまり、80% の感染者は軽症となり、その中でも特別に検査を受けなければ、新型コロナウイルスだと判断は難しい。特に19歳以下の若者が重篤となる確率は 0.2% しかない。しかし、この病気はインフルエンザとみなしてはならない。そもそも危険度が低いから気にしなくてもいいという捉え方にはあんまり賛成できない。80歳以上の感染者の死亡率は 14.8% と高くなることから、特に高齢者が多い日本では注意が必要だ。
データからわかるように、これは放っておけないものであるが、周りに感染者がいるかどうかわからないし、自分がすでに感染したかどうかさえわからない。診療法案と連合考察報告によれば、無症状の感染者による感染は、主な感染経路ではなく、大部分の無症状感染者は入院後、症状が出たと公表しているが、無症状の感染者による感染例の報告はすでにある。つまり、特例ではあるが、くしゃみや咳が出なくても、他人に感染させることは可能となる。還元すれば、自分は感染者であることや、周りに感染者がいることが確認できる時点では、すでに他人を感染させてしまう、もしくは自分はすでに感染している可能性があるということだ。結論から言えば、マスクをつけた方が安全性が高まる。では、なぜマスクをつけない方がいいという意見があるのか？一説には、マスクの供給不足と現時点でのアメリカなどの国での危険性がまだ低いということが挙げられる。中国は世界でも大きなマスクの生産基地であり、2019年度、全世界のマスクの半分は中国産とある。日本の7割のマスクも中国産だと日経新聞に掲載されている。感染の拡大に応じて、中国では大部分のマスク工場が政府の直接管理を受けている。原材料は政府が調達し、生産したマスクはすべて国が買うというシステムのもと、工場は全力を尽くしてひたすら生産している。もともとマスクの生産と関係ない企業もマスクの生産を始めている。これを背景に、中国発展改革委員会の3月2日の報告によれば、マスクの生産量は2月29日に 1.16 億個に達しているとある。これは2月1日の12倍となった。しかし、中国国営メディアグローバルタイムズによると、たとえ第二産業や医療機関、交通物流の従業員が全員仕事に就いたとしても、1日に 1.38 億個が必要となる。よって、政府が工場から買い受けたマスクは医療機関や食品生産基地など各所へ優先的に供給している。今、中国人が市場で買えるマスクは必要な場所へ分配された後のものなので、もちろん買っても構わない。マスクの生産基地である中国がマスク不足ということは、他の国のマスクが足りているとは考えられない。特に今、中国はマスクの輸出を禁じていないが、国内のマスクが不足している以上、外国からの注文が増えても一時的に対応できないかもしれない。新型コロナウイルスによる致死率はそこまで高くはないが、重症率が高い。一部の患者は酸素マスクによる治療を受けなければならない。連合考察報告によれば、武漢でのウイルスによる死亡率は他の地域と比べて高い。これは武漢の医療システムが資源不足だったことに起因する可能性があると書かれている。また、新型コロナウイルスの感染者と直接に接触している医療関係者のマスクが不足すると、治療どころか医者の感染率が高まるという危険性もある。アメリカへの理解が不足しているのだろうか。こういう状況に政府は何らかの形で医療機関へ優先的にマスクを供給するはずだと思うが、アメリカの HHS のリーダーはツイッターでマスクを買わないで、医者のマスクが足りなかったら困るとつぶやいた。医療に関する物資を購入する手段は国によって違うかもしれない。中国は新型コロナウイルスの主な感染地のため、周りに感染者がいるというリスクも一般の国より高いと考えていいだろう。今は以前に比べ収束している気もするが、周りに感染者がいるかもしれないという最悪の事態を前提として、中国人にマスクをつけてほしいという考え方も正しいと思う。各国の感染者人数から感染リスクは中国よりずっと低い。しかし、アメリカや日本で感染者が増え続けることがあれば、マスク着用を促すかもしれない。